ただきいただきまーす。ます。うん。うん。美味しい。いい感じだわね。
いただきます。いただきます。ごま油を少しあ、かありがけましょう。とう。美味しそう。いただきます。キムチもどうぞ。ありがとまあ、キムチっていうかキムチがなかったから確定。う。美味しい。さっぱり。
はい。あーすごいおーすごい歓声が来た。おーはい。おー美味しそうすごいねはい。あーじゃあチキンをあチキンどうぞいいですか？はいこの人が大きいかな。あはい、トゥーさんどうぞ。ありがとう美味しそうだちっちゃいのでいいわ。よし。おい美味しそはい、ご飯。う香りが素晴らしいよねはい、ご飯。とりあえずこんぐらいでいいかな。うんサラダもあるからね。ありがとはい。うはいではではいじゃあただきましょういただきますはいし。サラダも食べてね。ありがとうあそれねうん。もうサラダはシンプルにしました。いいと思いますはい、ただの。じゃあ乾杯乾うんはすごいなんかあ。うん。甘いねん甘い？緑茶があ、そう？うん甘いって感じした緑茶はね、水出ししたから。まみちゃんお入れとこう。はいでも水出しできるってことを知らない人は結構多いってことを知ってびっくりした。そうねうん。何でもできる。うん水出し用って書いてなくても別に大丈夫。へえじゃあ水出し用って何のためにやる水でよく出るようになってんだと思うよ。のだけど別に水出し用じゃなくても水にずっとつけていけば必ずお茶が出るわけ。なるほどそうだからわざわざ買わなくてもいいんですね。なるほど美味しい。美味しいね、やっぱり夏はなんだスパイシー。スパイスガスパッチョあ、ガスパチョ？これガスパッチョじゃないかこれはね、ズッキーニとあヨーグルトのスープですね。いいわねうん。なんかガスパッチョにしようかなと思ったんだけど、今日一日トマトばっか食べてんなってことになるなと思ってやめたのねそうだってこれでジャンバラヤもトマトっぽいじゃん、だからよかった。のみこはでも好きだよねこれ私だって高校生の時から好きだから。ディズニーなんじゃないなんだっけデニーズそうデニーズで大人気メニューなんだよこのジャンバラヤ。そうなんだへえ
なんかふとした時にそういえば私ジャンバラヤすごい好きだったなって思い出してデニーズのジャンバラヤって見たら、すごいグワーって出てきてすごいファンがいるから何度も復刻されて出たりとかして、あとお家で食べれるようなレトルト版みたいなのなんか分かんないけどもう売ってるんだって。復刻版ってことはじゃあ一回配信になったりとかしてるってこと？そうそう、何度か多分配信になったんだけど、私みたいな根強いファンがいるからこうご要望に応えましてメニューに再登場みたいなことになった。そう。でも美味しい。なんか料理をしてる時のキッチンから漂ってくる香りがたまらない。ものすごいお腹減る。ね、カレーと似てるよね。お腹の減る感じが。カレーよりもスパイシー。あ、そうよ、これはね。でもバイトしてたわけだから、まかないで好きなもの食べれるわけ。で今日こそあれ違うものドリアにしようとか思ってるのに、なんかお腹空いてるとついやっぱり今日もジャンバラヤみたいな感じになってジャンバラヤばっかり頼んでた。スパイスってさ中毒性があるからね、また食べたくなるんだよね。だからカレーもそう食べたくなる。そう食べたくなるんだよ。あとタコスとかも、そうだからせめてスープはちょっと夏っぽくした。でもまあスパイシーなものって夏食べるよね。なんでだろう。汗をかくことで涼しくなるからだよね。あれそうでしょ。そもそもスパイスができるのが夏とか旬が夏みたいな、そういうのなんのかな。そこじゃないと思うけど。そうじゃないのかな。だってインドとかずっと暑いじゃんあ、インドってずっと暑いんだっけ？インドは雪降ったりしなくない？わかんない、俺インド行ったことないから。私もない。マミタさんも行ったことないんだっけ？ない。意外。あ、そう。乗り換えしかしたことない。乗り換えもしたことないわ。私ブータンに行く時に乗り換え。それもブータンに行くのに直行便なのかなと思ったんだけど、インドで一回泊まるわけ。泊まるって？飛行機が。飛行機が。って。そうわらわらってインド人が乗ってきて。どういうこと？乗り換えどういうこと？停車駅みたいな感じってこと？そう。どういうこと？わかんない。なんか私はだから直行って聞いてたから。直行って聞いてたのに止まったの途中で？直行って聞いてたから。自分でまっすぐ行くんだと思ったけど、飛行機自体は確かにだから別にさ降りたりはしないわけ。私はずっと乗ってるわけ。そんなのある？で乗ってずっと待ってたらわらわらって乗ってきて、でこう空いてる席みんな乗ってビューンってそんなのある？あった。俺今まで人生で一度もそんなの見たことない。私も一回だけインドみたいな、次の停車駅はインドみたいなってこと？そうだよね、そんなのある？この飛行機はインド経由経由してるじゃんね経由してないね。だからね直行それ不思議ちょっとそありえなくない？そんなの初めて聞いたんだけど。チケットは直行ダイレクトって書いてあるの？ダイレクトって忘れちゃったけど、とにかくインドに泊まるなんて知らなかったずっと。でなんか止まってんなと思ったらわらわら降りるわけじゃないんだ。どういうことって思ったらわらわらそれ何エア？ブータンエアってこと？ブータンエアだったっけ？ブータンエアでもディレクトなんでしょ？だってディレクトなのにさ降りた時についてないってさびっくりしない？すごくない？それを降りてないの。いやそうだけどさ一応着陸するわけじゃん。そうさあ降りようかなって思ったらまだインドでインド人がいっぱい乗り込んできたらどういうことですかってなるよね。そうなの。それを受け止められるマミコがすごいわ。俺突っ込まずにはいられない、そんなのどういうことって。すずさんジャンバラヤもう一回行ってもいいですか？もちろんいいよ。ジャンバラヤ、まだこれこの中に全部入ってるわけじゃないから。そうなんだ、なるほど。だからこれは2人分の量ではないんですね。でもいっぺんに作るんだけどなんかパエリアみたいだよねちょっと。じゃない？フライパンで作ってるからね。でもさ別に炊飯器でも作れると思うよ当然ながら。チキンもね食べるよね。食べるよもちろん。チキン。いや美味しい。だからでもなんか結構俺もファンになってきたこれ。でしょ。これね中毒性があるんだよ。そうだやっぱ絶対スパイスでなんかあるんだよ。でもなんかデニーズで食べてたのがこれだったかなっていう正解かどうかちょっとよくわかんない。昔の話すぎて。でも多分こんなんだったなっていう。ようこそデニーズへってやったんでしょ。なんかさデニーズへ。あそう。そうってやってたよ。何年働いてたの？どんぐらい働いてたの？だって高校1年生の時だから。
あ、1年間？うん看板1年間もやってないと思う多分うん半月とかじゃないきっと半月って15日だよ。じゃあ半年かバイトってそんなもんしかしなかったっけ？そうじゃない俺結構働いたとこは結構1年ぐらいやってるぞ。だってしょうがないで留学しちゃったんだもんあ、なるほど。なんか留学先でもバイトとかしなかったの？学生は働いちゃいけないからねあ、そっかそっか、そうか。そうなの？アメリカってバイトできないの？分かんないでも高校生の時にそんなこと考えつきもしないっていうか高校生なんか学校に行くだけでも大変なのああ、まあ確かにね。いきなり大体それ働けないから英語が喋れなかったら。それもそうだし、毎日バンドの練習はだから毎日こう放課後はバンドの練習してこうみんなサングラスチャってかけてくるサングラスかけるの？そうだよだからその時にはいアメリカ人はなんか高校生でもサングラスかけんだっていうなんかカルチャーショックだった日がほら、あるからシュッチってこうやってシュッチってこうやって汗かきながらね。そうで私はこうやってバトンを回してすごいな、まみちゃん。かっこいいな。かっこいいでしょ、でも結局あれだね、まみちゃんは日本は楽しんできた。その話全然してないけど日本は楽しんできたのかい？日本が楽しくなかったことなんかあるでしょうか。忙しすぎてさ、ちょっとトゥーマッチだよね、まみこ。今回はちょっと旅行を入れすぎたなんかね、ちょっと北海道は余計だった、北海道は良かったんだけど北海道まで行ったのはちょっと自分のスケジューリングとして厳しかった、でもなんかこう癒されに行きたかったんだ。わかる。でも結局癒されなかったでわかる。それもわかる。行っただけただ辛いだけっていう。そう俺も四国のお遍路さん行ってみたいんだよ。まみちゃんいつか老人になったら一緒に行かない？お遍路さん。あ、お遍路さんね、行ってみたいの。へんもさんって何だろうなと思っお遍路さんやってみたいの。た、でもそれ結構日数かかんなかったっけ？いやもう1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいかかんない？かかんじゃない確かあれ。でも部分的にやることもできるんだよ。これチャリーンってやつでしょ？こうお金もらう。じゃあそれコモソでしょ。それコモソだよ。白くて違う、それじゃない。それじゃないけど。そっちは違うやつか。なんだっけ、前見た映画でやってたじゃん。何？石の涙じゃなくてなんだっけ。なんか迫害されてさ、親子2人でさお遍路さんやってさ、行く先々でさいじめられてさ、やーいみたいにやられるっていう。ああ、ひどい話ね。そう、ひどい話。石の器？違う、砂の器だ。砂の器ね。そう、砂の器。松本清張ね。そう砂の器だ。失礼しました。そう、砂の器のあれだよ。でも私はじゃあ黒川の手帳みたいな方がいいな。松本清張の話が通じてなかった。まみちゃん、文学出してくるのやめてもらっていい？そうね。でも一時松本清張すごい好きですごい読んでた。あ、そう。じゃあ砂の器読んだことあったの？読んでない。どうだよ、全然知らなかったもんね。好きってほどそんなの読んでないのかもしれない。そうね。砂の器読んでる。だって砂の器有名でしょ？映画だって。映画もすごい有名なんじゃんあれ。だってだから見たんでしょ私たち。黒川の手帳。わかりました。なんか面白いね。すごく。その話知らない人に言っても一から説明してもらわないとわかんないからね。暑いよ。大丈夫？つーさんなんかバクバク食べてるよ。すごいね。お腹空いてたもんだって。でもこのスパイシーなやつはさ、いっぱい食べてもまた食べたくなるというこのなんか謎のこう連鎖感があるよね。そうなの。だからしつこくないから結構食べられるのよ。なんでだろうね。わからん。でも本当はジャンバラヤにはセロリを入れなきゃいけないらしいんだよね。セロリと玉ねぎとなんかで三位一体とか言われるって。なんかずっと言ってたですよね。三位一体、三位一体。何のこと言ってんのかなと思って。でも途中からセロリを入れる効果がよくわからなくなってめんどくさって思ってなんかセロリってさ、あんまり使わないからさ難しいなと思って。体にいいけどね。てさんセロリ好き？昔よく食べてたよ。でも体にいいって言われるとすごい食べる習性があるからセロリすごいバクバク食べた時期あったよ、一時期。だからそうやってさ、バクバク食べるからアレルギーになるんでしょ？まあ
さすがにアレルギーになるほどは食べなかったよねセロリは。ジャンバラヤってそもそもどこの食べ物なのこれ。あれよ、南アメリカ。間違えた、アメリカの南部。あ、じゃあアメリカの料理なのこれ。そう、クレオール的な。へえ。下の方の。確かにちょっとメキシコっぽい雰囲気あるもんね。違う、でもね、クレオールだからちょっと違うんですね、また。なんかフランス料理のあれもちょっとあるとか、確かそんなので。そうで、現地のジャンバラヤだと、もっとエビとか海もあるからとか入ったりとか、いろんなのがあるらしいけど。もう完全にパエリアじゃんそれ。パエリアじゃんね、もうそれも。でもパエリアこんなスパイシーじゃないじゃん。スパイシーパエリアなんだって。でこのチキンは、ケイジャンチキンのマインド。ケイジャンチキンってなんだっけ。だからそれもケイジャン料理っていう南部のご飯ですね。なるほど、そう。なるほど。でもデニーズでは、このジャンバラヤにチキンが乗ってたから、私はそれがセットだと思ったわけ。だけどジャンバラヤっていうのはご飯のこと。チキンはまた別なのよ。なるほど。じゃあこれはマミコがもうデニーズのことを思って作ったこれはデニーズのジャンバラヤなのね。そうだから現地でジャンバラヤって言ったらご飯しか出てこないと思う。それそうだよね。でも私の中ではこのチね、キンと一緒に食べて、でチキンはもっとねすごい、もっと黒かった。そうなんでもなんか、今ふと思ったんだけど、私の中でジョナサンとデニーズが記憶が合体してないかなって今ちょっと不安になってきちゃった。いいじゃん。ジョナサンでも出したの？ジョナサンでもジョナサンは高3の時やってた。じゃあもしかしたらジョナサンかもしれないでも多分デニーズだと思うんだって。そんなことある？ひどいね。もう完全に俺はデニーズなんだってもう視聴者の人も知らないからデニーズだな。でも確かにだって私ほらなんかほらどんな味だったかなとか思い出そうと思って検索した時はデニーズジャンバラヤっていう感じだったからデニーズのはずなんだけど、でもなんかジョナサンでもよく食べ何だったんだろうと思ってジョナサンの何だったかなみたいな。デニーズの社員さんとか見てたら怒られるよ。うちじゃないですよ。いやデニーズではあるのちゃんと。あ、そう。ただジョナサンにもあるのかなと思って。あ、そう。定番メニュー。でもなんでこんなアメリカ南部の料理がこんな日本のファミリーレストランで。それはみんな商品開発でいろいろやるに決まってんじゃん。何言ってんのってさ。そうか。ナタデココとかもあったでしょ。あ、そうね。確かに。今何が流行ってんだろうね日本。もう離れて長いから日本の流行りついていけないっぺろよ。昔はさ半年ごとにブームがあったよね。いや今でもそんな感じじゃない？いやでも今はなんかもうちょっと細分化されちゃってる感じがして、ナタデココの時とかってもうどこにいてもナタデココだったじゃん。ああ、なるほどね。でそういう感じじゃないなって思ったの。確かに。だからなんかもっとなんとかチーズケーキとかさ、なんとかかんとか。でも最近、ガレット・デ・ロワとかもなんか定着したんでしょ？定着してるんでしょ、だからそういう感じで全員がガレット・デ・ロワ食べてはいないけど、そういうのが好きな人は食べるようになるみたいなそういう感じじゃん。昔はもうほらティラミスとかさ、でもみんなティラミス食べてる。適応能力が高いよね日本の人はね。すごいよ、すぐだから。プーさんはそんな私が日本にいてる間はどうだったの？いやもうあれですよ、学生生活ですよ。楽しかった？いやめちゃくちゃ楽しかったよ。すごいこう怒られたりしてたでしょ？大変だった、厳しい格好だったでしょ？いやマムゴが言ってたのがちょっと違った。あれは嘘だった。あれは嘘。そんなことはなかった。なんかそんなに緊張しないでって言われた。怖いでマメコがそういうふうに脅すからつーさんすごい緊張してたの。授業でクラスメイトにも「やす大丈夫だよ、怖がらないで」って言われた。だから俺も妻にすごい脅されたんですって。こういうふうになんかクラスに入ったら手を挙げろって言われて窓から吊るされるって言われたから怖かったんですって。それ冗談の言葉で分かんないの？みんないい人たちだった。よかったね。今度みんなでピクニックでもしようって話してる。よかったね。私の学校選びがよかった。手柄持ってくな。まあそうね。でもよかったあの学校本当に。でしょ？すごいよかった。よかった。つーさんが楽しんでくれて。
りがとう。それだけが心配だったまあ充実しててよかったね。はい、中さんねおかげさまでありがとうございました。ジャンバラヤもすごく美味しかったです。前半暑かった本当によかった。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。